例年だと、各メーカーさん7回ピットなんですけども、新たなチャレンジとして6回ピット、今のところ考えてます。鈴鹿8隊では燃費のことを考えて通常1時間ごと7回のピットワークでレースは展開される。しかしホンダはこの年6回ピットに挑戦した。ライダーにとっては走行時間が長くなり体力的負担が増すが、ピットワークのタイムロスを減らすための作戦だった。真っ先に飛び出したのは13番手スタートのダグ・ポーレン。ワークス勢を抑えてプライベーターがホールショットを決めた。続いて鈴木の7番梁明、3位にはヤマハの1番辻村武史、4位には打倒ワークスに燃えるケンツの北川圭一、ホンダワークスの33番玉田誠が5位につける。ポールポジションからスタートした71番櫻井ホンダの武田雄一はやや出遅れ6位につける。1周目スタートからダグ・ポーレンか、ダグ・ポーレンが好スタート、ホールショットを奪ってそのまま逃げています。オープニングラップが始まっています。レグナーへと入ってくる。さあ、かつて8台を制したダグ・ポーレンがホールショットを奪って現在トップを走行中です。続いているがここで梁明がどうやら前に立ったか、鈴木がここでトップを奪い返しました。鈴木がトップに立ちました。その後はヤマハ、そして阪神ライディングスクール、ホンダの2台はどうやら6番手7番手を追走しているようです。1周目から早くも波乱があるのか、ダグ・ポーレンが好スタートからホールショット、それを梁明がようやくヘアピンの手前で捕まえています。現在トップは鈴木の梁明、続いてダグ・ポーレン、そしておそらくヤマハ阪神ライトスプーンカーブ、この辺りマシンが一瞬接触しかけました。いよいよバックストレート入っていきます。1周目オープニングラップが始まっています。まずは先頭を奪いましたのが梁明、どうやらこの梁明が1周目オープニングラップを制しそうです。その後ろにはダグ・ポーレン、さらにはケンツが3位に上がってきました。その後ろにホンダの33番車、さらにはヤマハ勢と続いています。試験の飛び込み、まずは先頭は梁明。さて坂田さん、1周目のスタートから波乱がありましたね。そうですね、意外なライダーといっては失礼なんですが、ダグ・ポーレンがポンとここからスタートしてきましたね。はい、オープニングラップはどうやら梁明、鈴木がトップで1周目2周目とスタートしていきます。オープニングラップを制したのは7番鈴木の梁明、続いてケンツの北川、鈴木の1000が後ろを行くという展開になっています。現在は鈴木の2台が前を行きます。その後ろを玉田が追っているという展開、前3台がこれ伊豆さんちょっと抜けた格好になってますね。そうですね、全日本を走ってるね、その3台が今抜き出てますけど、さあ試験はここは梁がトップを行きます。玉田がしっかりともう前の2台にぴったりとくっついています。最終コーナーを立ち上がっていきます。果たして1コーナーの飛び込みはどうか。先頭は梁明、さあケンツが後ろについた。さあスリップに入っている1コーナー飛び込みどうか。インにマシンを振っていく。ここで北川がトップに立ちました。北川トップに立ちました。注目のプロトタイプクラス、プライベーターが今年はワークスをどれだけ脅かしていくか。トップを行くのはプライベーターのケンツ J トラスト&モジョ北川圭一、2番手にはこの試験の飛び込みどうか。梁がマシンをインに振っていってインから梁がトップを奪い返しました。梁明再びトップ、そして2番手に北川圭一、3番手にはキャビンホンダの玉田。ちょっと早速は乗ってないですね。そうですね、また抜き返して。さあとなるとこの1コーナー飛び込み後ケンツがマシンをインに振っていく。またどうやらケンツがトップを奪い返しました。北川トップを奪い返しています。さあ全く4台差がありません。ここは 130R はどのマシンが前に出るか。鈴木の梁明、そして加藤が3番手に上がりました。北川は4番手に落ちます。試験の飛び込み、さあインにマシンを振ったのはホンダの玉田がここでトップに立ちました。
裏ストレートに入っていきます。加藤大二郎が玉田のスリップにつきました。本田の2台も意地の張り合いです。北川がついていく。さあどうか。先頭はまだ両脇そして2番手には上がれない2番手には玉田、そして3番手には加藤大二郎、そして4番手には北川がつけています。さっきまでの、序盤でね、両選手、玉田選手がトップに出て、レースは序盤、プライベーターのケンツがワークス勢と互角の戦いを見せるが、徐々に離されていく。追いかける展開に変わってきましたね。現在2位を行く鈴木亮明のラップタイムをご覧いただいていますが、10周目、11周目とラップタイムを1秒ほど上げてきました。そうですね、ちょっと北川選手がね、ちょっとついてこれなくなってきてますそうけど。ですね、北川圭一のマシンがちょっと画面から捉えづらくなってきました。北川でしょうね、これは北川転倒だ。ここはどこでしょうか。北川転倒です。ヘアピンだ。ヘアピンで北川のマシンが転倒。オンボードカメラが捉えていますが、ケンツの北川、焦りからかヘアピンで転倒。トップ争いから脱落してしまう。どうでしょうか。アプローチに戻りました。スクリーン壊れてますけど、致命的なダメージじゃないように見えますね。動が激しいようです。タオルに身を伏せるとピットに帰ってきました。修復作業が行われます。早くも序盤30分で転倒になりました北川。5番30分で第1ライダーエースライダーの北川圭一の転倒がありました。今年の目玉。これでトップ争いは3台。7番の鈴木とホンダワークスの2台に絞られた。コーナーで北川転倒です。ここで玉田が前に出ました。玉田が21周目試験員の入り口、玉田誠が2位に浮上しました。トップはキャビンホンダのワンツーということになりました。トップの加藤、そしてこれが玉田ですが、危ないスプーンのところ危ない。前に一瞬つまずいたような格好になりました。ヘアピンのところですね。ヘアピンで、ヘアピンで井筒さん、ああいったマシンがたまると、これは辛いですね。そうですね、辛いですね。あとやっぱり今見て思ったんですけど、加藤選手のバイクはプライベートのねバイクをちょっと抜くのに、そこからこれは玉田がトップを奪いました。22周目スプーンで玉田トップ、満を持して玉田抜き返した。玉田がトップに立って、そして加藤大二郎、またこの 130R キャビンホンダがワンツー。スタートから1時間、7番の鈴木予定通りのピットイン。両明から加賀山幸雄にライダー交代。これで2台のホンダがランデブー走行、3位以下を大きく引き離す。11番のホンダ、明らかに他のチームより遅いタイミングで1回目のピットイン。加藤大二郎からコーリン・エドワーズに交代。トップでコースに戻ったエドワーズ、その真後ろに鈴木の加賀山が迫る。3位につけていた11番のホンダ玉田誠がピットイン。岡田忠之に代わる。これは岡田のマシンですが、これ1コーナーのあたりですか。危なかった。今はフロントですからね、かなり危なかったですね。よく耐えましたね。山野監督もほっと一安心というところでしょう。何が起こるか分かりません。8台うまく今の井筒さん危機回避したという感じですか。もうラッキーとしか言いようがないですよね。ラッキーですか。はい、ここですね。
接触しています。完全に接触しています。4番手につける櫻井本田のアレッシャンドレ・バロスが3位の岡田を猛追。そして画面ではアレッシャンドレ・バロス選手のライディングをご覧いただいておりますが、みるみる実にそうですね、差を詰めてきますよね。この前を行く岡田との差がもう20秒を切っています。トップとも23秒を切りました。バロスってブラジル人ですけども、暑さにすごく強いし、ですごいスタミナあるんですよね。後半になればなるほどなんか本領発揮みたいな感じですから。ホンダワークスと同様、櫻井本田も6回ピットを目指している。今バロス選手、もうバックマークの集団の中に入りました。初の6回ピットへの挑戦。アクセルの開け方一つでもガソリンの消費量は変わってくる。そのためライダーはバックマーカーの処理にも神経を使う。何台できました今。3台ですかね。燃費はまあそうですね、人それぞれ違いますけど、ある程度のセッティングでイコールコンディションはできますから普通には走れるんですけど、ただ体力的な部分での辛さっていうのはありましたね。はい、スタートから間もなく4時間。トップはホンダワークスの11番加藤エドワーズ組、2位には同じくホンダの33番玉田岡田組、3位には鈴木の7番両加賀山組、櫻井本田のバロス武田組が4位につけていた。吉村のマシーンが転倒しています。これは武石だ。8歳に戻ってきた武石が転倒です。どこで転倒があったのか、吉村監督も不安そうだ。ここで吉村の夏は終わってしまうか。吉村の武石真也、1コーナーで転倒。しかし8体を知り尽くしている吉村、素早くマシンを修復し戦列に戻る。ライダーは芹沢玉木。僕も25回これやってるってことがちょっと信じられないんだけど振り返られていかがですか。いやー難しいですよ。難しい、本当に難しい。諦めたわけじゃないでしょ。来年ももちろんやりますからね。まあ長いことやったらなんかね月が回ってきてすることもあるでしょうっていうことですよ。11秒台ですから、その差が3秒を切ってきました。さっき 4.7 そうですね、4.7 が 2.6 に縮まってますよね。2秒縮めてきましたね。そしてもちろん岡田の方もだいぶ差を詰めてきています。これで4秒圏内にまた3台のマシンが入ってきました。そしてアレッシャンドル・バロスも大きくその差を。エドワーズが2位鈴木の両明、確実にトップエドワーズとの差を詰めていく。取り戻すんでしょうかね。そういうことをしなくちゃいけないってことですから。バイクナンバー1番のヤマハの YS、これ沼田が転んでますね。沼田がブレーキングでいいんや。これはケンツとこれ沼田選手だ。接触で転倒、ケンツ2度目の転倒。バイクナンバー1番のヤマハの YS、これ沼田が転んでますね。沼田がブレーキング、同じキャビンホンダの岡田との差が5秒285。このエドワーズと岡田との差が若干開いています。しかし先ほどの周回はコーリンは2分12秒134。ホンダワークスはここで6回ピットに向けて確実にルーティーンのピットワークを消化。鈴木が追い上げてもコーリン・エドワーズのライディングには余裕すら感じられる。そしてピットで待つ加藤大二郎にマシンを託す。さらに岡田も玉田にライダー交代。
楽しみですね。はい。このトップ争いですが、現在は加藤大二郎トップ、そして鈴木の両明がこれ八代さんぴったり後ろに来ましたね。来てますね。来てますね。さあバックマーカー1台挟みましたが、両明が素晴らしい走りを見せて、いよいよこのまたホンダに食らいつき始めました。ひょっとするとひょっとするかもしれません。さあトップを行きます加藤大二郎、そして両明が2位、現在は3位に下がりました。バイクナンバー33チームキャビンホンダ、玉田もおそらくついてくることでしょう。差を広げつつあります加藤大二郎が逃げる、追う両明、いよいよバックストレートに入っていく。まもなく 130R、 6速全開で 130R を迎えます。トップを行きます加藤大二郎、バイクナンバー11番、そして鈴木の両明が続いています。差がみるみるうちに縮まりました。ちょっとするとこの両明のセッションで加藤を捕まえることができるかもしれません。2位の鈴木はホンダに対してピットインの回数が多い。ホンダを倒すためにはトップに立つだけではなく、その差を広げなくてはならない。10秒フラットですよね。フラット、ここは捕まえられるか。さあタイヤも一皮むけたことでしょう加藤大二郎。逃げる体勢はできているのか、追う体勢はもう十分にできています両明。2分10秒155、逆に加藤大二郎2分10秒087。この辺りはもう10秒台あるいは9秒台の上田さん、バトルでこのままいきそうですね。このまままたペース上がるんじゃないですか。上がってきますか、そういった形ですよね。ピットに帰ってきましたね。バイクナンバー11番のキャビンホンダ加藤大二郎がピットレーンに帰ってきました。キャビンカラーのこのマシーン、2000年にこの登場した VTR1000SPW、はい、こちら戻ってきました、はい、フロントタイヤはブランニュー、そしてリアは、スカフィングしたタイヤで、交換しました。はい、ありがとうございます。そのミシュランタイヤを両輪に履いて今飛び出していきます。今日はそういったことはどうやらこの時間帯はなさそうです。確実にこの周回数を重ねていきます。長い手足をご覧のように折りたたんでバイクにまたがっていますコーリン・エドワーズ。八代さん、なんか風向きが少し変わってきてますよね。逆の風になりましたね。本当ですね。ちょっと風向き変わりましたね。やばいって。これはどうですか、こう鈴鹿在住20年の八代さんとしてはこの風向きですね。西コース、そうですね、山風というか、雨が降るパターンのあれですよね。そうですか、雨が降るパターンとなると一波乱も二波乱もこの後まだまだ3時間半という時間が残っている。ここでまた大きく加藤とこの鈴木バイクナンバー7番との差は大きくつくでしょう。やはり一度ピットが少ないということは大きなマージンにホンダにはなっています。先ほどは少し手戻りました。スピード上げていきます。そしてコースに戻ります。ここまでホンダは6回ピットの目標に向け確実な仕事を続け、周回数の記録更新に向かっていく。さらにホンダワークスに追い風が吹いた。加賀山どうした？加賀山どうした？加賀山がスローダウン。加賀山スローダウンです。鈴木がスローダウンだ。ショートカットした。ショートカットをしました。これはどういうことだ。マシンに損傷はありませんが、テント首を振っている。マシンに何か異常が発生したようだ。唯一ホンダの牙城の一角を崩してきた鈴木だったが、スタートから6時間エンジントラブルで無念のリタイアとなってしまった。ちょっとエンジンのトラブルが発生しまして、修復が不可能と思ったのでリタイアを決めました。もう動かないなって感じでした。動くけど完走はできません。ありがとう。鈴木のリタイアによって2位に浮上しましたアレッシャンドレ・バロスが走行となると2位のバトルは激しくなってきそうです。2位を激しく追っています。この周回はどうか。アレッシャンドレ・バロス
2分9秒364。坂田さん、全くラップタイムが落ちません。落ちないですね。本当9秒台で刻んでますね、毎週。そして一旦順位を抜かれましたが、ここから追い上げていきます。さあ、そしていよいよ残り2時間というところで武田雄一が最後のセッションに入っていくわけであります。給油を行ってどうか。止まった。前輪後輪ともタイヤを変えてマシン動き出しました。12秒8。前を行くワークスキャビンホンダをいます武田雄一は最後のセッションだ。チェッカーまで残り1時間5分。トップの加藤、エドワーズ組が6回目となる最後のピットイン。残り1時間5分というところで最後のライダーチェンジ。これがホンダ史上初6回ピット。これが最後のピットです。そして2位につけている玉田岡田組も最後のピットワーク。アレッシャンドル・バロスが祈るような感じ、うつむき加減で、そしてバイクにまたがって飛び出していきました。さらにバロス武田組も3位でコースイン。この時点でトップと同一周回は3台の VTR1000SPW のみとなった。ホンダの表彰台独占はほぼ確実となった。ところが残り30分、突然の激しい雨がレースの行方を不透明にする。路面がみるみるうちにウェットになっていく。後輪も口を今ポカンと開けてモニターを見つめる仕草が映りました。バロスはもう今多分目がつり上がってると思いますよ。ノリノリ状態ですね。この雨の中スリックタイヤで猛追を見せたのが3位のバロス。2位玉田に対し10秒も速いペースで追い上げる。玉田20秒、バロスは10秒台で走行を続けている。もうこれで玉田選手の後ろつきましたね。そうですか。いやー、これは今後の展開分からなくなってきました。さあバロスは2分9秒601。またここは3秒玉田との差を縮めてきた。9秒ですか。9秒台を雨の中走っています。これはすごい。バロスがかなりのタイムで2番手を伺い知るかもしれません。通過8時間耐久ロードレース。しかしバロスの追い上げも長くは続かなかった。雨は上がり路面は再びドライに戻った。完全に昨年の217周という周回数を新記録を打ち立てます。残り時間がいよいよこれで1分台となりました。いよいよ残り時間は1分台に差し掛かりました。これは残り時間も考えて帰ってきて219周目でどうやら8時間ということになりそうです。11時半に始まったこの通過8時間耐久ロードレース、25回の記念大会、ホンダが6連覇6回ピットという壮大なプランを見事に打ち立てそうです。最後の試験を切り返していく最終コーナーを立ち上がる。まもなくホンダ6連覇の瞬間は11番加藤大二郎、コーリー・エドワーズの手によって成し遂げられる。さあチェッカーを受ける加藤大二郎。優勝は加藤大二郎、コーリン・エドワーズ組。大二郎にとっては2000年以来2度目、エドワーズにとっては2年連続3回目の8体制覇となった。コーリー・エドワーズ
2位には玉田誠、岡田忠幸組、アレッシャンドレ・バロス、武田雄一組が3位に入った。3台の VTR1000SPW が219周という最多周回記録を打ち立て表彰台を独占した。そして加藤大二郎にとってこれが最後の鈴鹿8体となってしまった。最終コーナーを駆け下りてきます。大きな拍手グランドスタンド前、オープニングラップ取ったのは778番、ポールポジションから辻村武史。さあ辻村の後ろ後続のマシンがどんどんと来ているんですが、1コーナーで2台が絡んだ。2003年第26回大会は波乱の幕開けとなった。オープニングラップトラブルを抱えたマシンが1コーナーでオイルをまいた。これにより2周目に転倒者が続出。吉村のマシンですか。12番のマシンが見えた。なんと渡辺篤。これはひょっとしたらスタート直後の1台オイル撒いたバイクがいましたよね。優勝候補の一角と見られていた吉村が2周目1コーナーで早くも転倒。おっと、これ岡田じゃないですかね。櫻井ホンダのつなぎが見えました。ということは4番手を走っていた岡田か。マシンが燃えている。マシンが炎上している。このアクシデントで吉村の渡辺影山組、ホンダの11番清成平田組、櫻井ホンダの岡田亀谷組など優勝候補が次々とリタイア。スタート早々にセーフティーカーが入った。鈴鹿の8台の場合は非常に台数が多いので、2台入るんですけれども、これがまだスタート11番をつけましたセブンスターホンダワークスの一角、若いペアなんですが、ニッキー・ヘイデン、それから清成隆一だからこそオイルバタを出して、ここは非常にスリッピーなんだという状態に表示をするわけなんですけれども、それでもライダーもね、後ろが見えないですから、本当に異変が気づくまでペースカーが抜けてリスタートですね。リスタートされます。エンジン音、エキゾーストノートが上がってまいりました。オイルが巻かれていた1コーナー、ストレートエンドから1コーナーの中に多少砂が入りましたかね。これおがくずのような形で、そうですね、おがくずで一応処理してあるので、オイルがあるラインっていうのは分かりますからね、その分はちょっと気をつけていかなければいけないですけれども。ペースカーが抜けました、スタートしてから22分が経っています。スタートして22分ペースカーが入りましたが、22分後11時52分にリスタートされました。昨年までと、比べてロスタイムが約5秒ぐらいあるんじゃないですかね。昨年は速いチームですと11秒。再スタート後、7番のホンダ宇川徹が圧倒的な速さで2位以下を大きく引き離す。今年は速いチームでもやはり15秒16秒というぐらいのね、そうですね、ペースになるだろうと言われていました。独走状態で宇川1回目のピットイン。この年ホンダワークスにこの男が加わった。井筒一康ということですね。さあ千歳さん、宇川選手がピットイン、これから井筒選手へのスイッチが今行われています。2001年まで川崎のエースライダーだった井筒、打倒ホンダを目標にしていたが、この年からホンダに移籍。それまでの追う立場から追われる立場になった心境とは。だから2003年ホンダ行った年は勝たなきゃいけないっていう使命の中で走ったんですけどね。やっぱりホンダのプライオリティの一番はやっぱ8体だと。で自分の中でもやっぱり勝てる体制に来たわけじゃないですか。でも勝つことが使命ですし、ある意味追ってる時の気持ちも楽しいですけど、やっぱ勝たなきゃいけないっていうプレッシャーの中でも走るっていうのもやっぱ難しいですよね。逆に自分をどんだけ殺せるか。だって追いかけてる時に攻めてこけても誰も文句言わないけど、
ね、追われてる方でこけたらボロカス言われますからね。いやーっていうか井筒さんがホンダ色のバイクに乗ってるっていうのがすごく合わなかった、最初見た時に。もうだってライムグリーンのイメージしかないから、いやそれこそ井筒さんってファンデーションとかでドガ乗ったりした時もあったんだけど、やっぱもう川崎のイメージが強すぎたのかな。やっぱり貴公子とか呼ばれてたし、いやだからすごく違和感があった、井筒さんがホンダにいて僕と一緒に8体に組んでるっていうのが。で最初にだから井筒さんの桜井のつなぎを見た時になんかやっぱホンダカラーが似合わないなって思ったし、でとても不思議な感覚だった。そういう井筒さんと僕がこうホンダでペアを組んでるっていうのは。でも逆に井筒さんはやっぱり8体にずっと勝ちたいって思ってたから、やっぱ8体に勝つためにはって考えたらやっぱじゃあホンダだろうと思ってホンダに来たと思うしね。だからそれぐらいの8体にかける思い入れもあったと思いますから。そういう意味ではそういう人と組めるっていうのはやっぱり幸せじゃないけど、頼もしいですよね。やっぱ8体に勝ちたいって思ってる人と組んだ方が間違いなく有利だし、もちろんみんなそういうふうに思ってるんだろうけども、やっぱそれをこう表に出してこう本当に勝ちたいっていうのを出してた人だから、それ人以上にそういう気持ちが強かったと伊豆さんは思うんで。レースが始まって1時間15分になりました。順位はトップが宇川、すでに宇川から井筒へとライダー交代が行われています。ホンダは最初は6回ピットという予定だったんですが、28周目での1回目のピットインということになりました。現在はライダー井筒に変わっています。トップを走っています。その井筒が今コントロールラインを通過していきました。1コーナーに差し掛かっています。悲願の8体制覇、勝つためにホンダに移籍した井筒。すでにライバルは消え、2位以下ははるか後方。さあいずれにしてもスタートライダーからライダー交代が行われる時間帯になってきました。ゼッケン7番セブンスターホンダ井筒一康です。昨年は8体には出場しませんでした。一昨年まで川崎のマシンに乗って8体に出場していたその井筒にとってはホンダ勢はとても高い壁でした。毎年打倒ホンダで8体に挑戦していました。一方井筒が独走する後方でケンツの北川圭一と櫻井ホンダの鎌田岳が熾烈な2位争いを演じていた。先ほどのラップはほぼ同じというところでしたけれども、とにかく今回の8体の中で去年に続いて唯一のBMW のマシンなんですけれども、ボクサースポーツクラブトップ独走の井筒だが予定にはないピットインを強いられる。さあなんだこれはどうした。これはしかし井筒が帰ってきてるんですが、間に合わせましたけどね。そうですね、千歳谷さん、11番車がすぐ後ろにありましたんで、ちょっと不意をつかれたような意外な状態にありましたね、このピット作業。ちょっとこれで時間がかかる。これはね、なんかステップがない。井筒はヘアピンで周回遅れと接触、転倒を喫した。井筒はなぜヘアピンでミスを犯したのか。転倒したような感じですね。ゼッケン11って出たんですよ、セブンスターのもう一方のチームの。ありえないじゃないですか、11番が走ってるなんて。もうリタイアしてるのに。僕走る時にもうリタイアだって聞いてるから、11がブラックフラッグってありえないと思ったんですよ、走りながら。でオフィシャルはブラックボードを出す時に7か11かなんて見分けつかないんですよ。だから確実に僕に出してるんですよ、フラッグを。僕が取る時にこうやって出すんですよ。僕確認しましたもん、自分でこうやって。あれゼッケン7だよなと思って。で11なんで11なんだろうと思って、その時すっげえ考えたんですよ、走りながら。俺何かペナルティを犯したのかな。なんで11番なんだろう、なんで俺に出すんだろうっていうので集中力切れたんですよ。でヘアピンで転倒したんですよ。でも自分の中ではやってしまったと思いましたよね。あちゃーと思って、これは俺のレース人生ここでピリオッドかと思うぐらいの失態をしてしまったと。たとえブラックボードが出されたにしてもやっちゃいけないだろうと。
でも100回の裏ストレートはピットに入るまではもう俺はもう終わったなと自覚しながら帰りましたね。規定の時間かもしれない。時間で行ってるのか。時間でということですね。はいはいはい。さあ千歳谷さん、宇川選手。マシンを修復しコースに戻るが井筒は間もなくピットに戻りマシンを降りてしまう。かなりエンジンそのもの、先ほどピットアウトの時にはですね、エンジンの不調を訴える井筒。一度は見えた勝利の2文字が遠のいていく。でもう実際あの時は勝ったともうスタート1時間で思っちゃったんですよ。ライバルいなかったですもん。みんながこけてもうトップと2位が何分1分も離れて、で宇川と僕と HRC じゃないですか。あと何が起きるんだみたいな。もうねあれはね8対は本当に勝ったと思ったもん負けです。結局再びマシンに火が入ることはなく井筒悲願の8対初優勝への挑戦はわずか54周で終わった。さあバックストレート、まだ前には1台マシンがいるぞ。周回遅れの黄色いマシンも見えました。そうなってくると130ある手前で前に行くのかな、前に行くのかな。71番が前になっている。完全に8時間耐久がこの時間帯はスプリントの様相を呈しています。ホンダワークスの2台が消えたことでトップ争いはケンツと櫻井ホンダの一騎打ちになった。耐久レースですけれどもスプリントの様相を呈しています。さあテールトゥーノーズ、そして先に前に出ようというところか。ややスリップストリームについて1コーナーストレートエンドか。さあ北川圭一がインに入った。行くぞ行くぞ、行った北川圭一、ここでトップに躍り出た。115周目の1コーナー。ケンツ J トラスト文字続き北川圭一、115周目の1コーナーストレートエンドで前に出ました。いや勝つ気でいましたからね勝てると思ってやってましたから、もう本当ね、正直、プライベートチームでですね本当、お金のかかり方も全然違いますしね、そのスタッフの数からしても全然規模として全然違うんですけど、でもその年本当すごい調子良かったですから全日本でもほとんどレース勝ってましたし、もう8体でも勝てると思ってやってましたからね。セブンスターがいなくなっちゃったってこと自体で僕らもおっていう感じがしましたよね。やっぱりホンダワークスで参加してるのはそこだけですから、もうとにかくワークスを何とかしようと思ってたんでね。ああいうことがあっても、北川もねあの時本当結構ぬるっといきましたよとか後で言ってたんだけど、そこでこけるかこけないかって大違いなんでね。だから冷静な判断してくれたんじゃないですかね、いろんな意味ではね。それで生き残ってああいうふうな活躍をねレースの後半までやってくれたのかなと思いますけどね。71番が入ってきました。71番が入ってきました。71番が入ってきました。これはどういうことでしょう。これはどうしたんですかね。リアのリアのアクセル締めてましたね。ちょっと緩んだんですかね。ケンツとトップ争いをしていた櫻井ホンダ、アクセルシャフトのトラブルで予定外のピットイン。トップのケンツに大きく水をあけられる。これはかなりのロスですよ。いやこれは大きなロスになってしまいました。さあそしてこちらはルーティーンの予定通りのピットインです。明暗を分けました。同じような時間帯、残り2時間を切ってのこの2台。トップの8番は予定通り、そして2番追いかける71番はなんと予定外のピットインを強いられました。どうでしょう。トップを独走する北川、2位櫻井ホンダとの差は1分近くになっていた。走りをしているようにも見えますからね。そうですね。アドバンテージは59秒あります。1分近くあるアドバンテージを
もちろん交代して出ていく前にね、いろいろとこうチーム側からもね、このままでいけば間違いないという。だがその北側にピットストップペナルティーのボードが掲示される。20秒のペナルティー。ライダー交代の際ピットクルーの人数が規定を超えていたため20秒のストップ&ゴーというペナルティーが課せられた。あ、エンジン止めましたか一旦。これはエンジンストップをしなければいけないんですかね。止まってはなかったですね。さあ20秒のストップ&ゴーのペナルティーを、さあぬくみがどこで来るか。はい、おそらくこの部分でいきますとまだ後半のセクションにぬくみが入ってる。あ、これから試験員ですね。そうですね。これから試験員ですね。さあそうするとこの状態でいけばどうでしょう、20秒から30秒ぐらいのリードしかないということになりましたかね。これ現在のところはまだ1分以上の差が掲示されていますが、これはもちろん予想外のペナルティーだったが北側のリードは変わらず2位櫻井本田との間には30秒以上の差がついていた。こういう時に追いかける側のライダーというのは辻本さん、また気持ちがぐぐっと変わってくるんでしょうね。いや本当ですね。失礼しました。今鎌田岳ですね、ライディングシェアのね。あ、ごめんなさい、鎌田岳です。残り1時間半ぐらいの時かな、次のライダーチェンジ勝崎にチェンジするちょっと前はこれはいけたなと。というのはまあいろいろご存知だと思うけど、そのペナルティー食らったりね、いろんなことがあったけども、もうその時点で1分以上差ついてたんで、半周以上差ついてたんで、その時初めてもうこれはみんなに僕、声かけたんですよね。最後のライダーチェンジ、ガス補給、タイヤ交換、落ち着いてやろうと。いつもより時間かけてもいいと、落ち着いてやりましょう、とにかくミスないようにやろう。でその時点でそれがうまくできたら勝てるんじゃないかって気持ちはありましたよね。最後のピットインを待ってライダー交代を待ちます藤原克明、そして準備万端です。ピットインですね。そうですね、そして藤原克明選手、今両手を広げて北川選手を迎え入れます。ちゃんとしっかりと北川最後のピットイン、チェッカーへ向けマシンを藤原克明に託す。北川選手、観客に向かって今大きく手を振りました。そして17秒、藤原克明選手猛スインです。エンジンがかからないぞ。かからないか。おお、どうしたどうした。かからない、まだかかりません。さあどうしたんだ。ピットギリギリのところまで行ったが、さあピット、これは大きなトラブルだ。さあまたこれで分からなくなった。いやかからない、かからないかからない、かかりません。どうしたんだ。さあ71番が最終コーナーに差し掛かってきた。71番が最終コーナーに差し掛かった。ラスト1時間、ケンツまさかのエンジントラブル。これで櫻井本田がトップに躍り出る。トップが変わりました。ぬくみがトップに立ちました。藤原克明選手、バイクを降りてピットを目指して走ることになりました。ここまで全てが順調だったケンツ。観客の誰もがその優勝を信じて疑わなかった。これが現実なのか。ケンツは最後の最後で勝利の女神に見放された。本当に優勝候補のチームが何かトラブルが、いやーもう信じられなかったですね、あれはね。まさかそんなことになるなんて、もうね、そのエンジンがかからないってどういうことみたいな、本当信じられなかったですね、あれは。いやもう本当ね、みんな勝てると思ってましたからね。僕も含めてスタッフみんながね、もうあとね、淡々と勝明が走ってくれればもういけるだろうって思ってたんで、もうそのショックといえばもう相当でしたね。
8体は本当うまくいかなかったですね。10何回出たんかな、かなりの回数出たわけなんですけど、何回出た14回ぐらい出てるんですかね、15回かで勝てなかったですからね、一度も。本当ね、いいとこまで行って勝てなかったですからね。いやもうあれが一番心残りです。北川が戻ってきて、ね、ガソリン入れてタイヤバンと交換して勝ち上げがまたがって、その瞬間に僕本当に勝てたと思ったんですよ。本当に勝てたと思って、あ、これはいけるなっていうね。でその数秒後じゃないですか、全然時間かかんないっていうのはね。それこそなんでだとか頭真っ白になったっていうかね。でもやっぱりね、レースをずっとやってると臆病になるんですよ。うまくいってると何かあるんじゃないか何かあるんじゃないかっていうのがいつも心の底にあって、だからそういう意味ではやっぱりなっていうのはね、やっぱりなっていうのはうまくいってたからこそ何かあるんじゃないかっていう、こういう心のね、レースやってる人間はみんな小心者で、だから勝てるんですけどね。本当にそういう意味では、なんでだっていうのをっていうね、やっぱりここで何か起こったかみたいなねとこで、結果的にはもうね、エンジンを始動する時に必要なカンポジションセンサーっていうね、ここにピストンがこの位置に来たら火花飛ばしなさいっていう、そのシステムのちょっとしたカプラの中の厚さ1ミリぐらいのピンがピキッて折れてたっていうね、そういう信じられないものだったんですけどね。チェッカードフラッグが用意されている目前の状態です。さあ走ることができるか。30分を回っています。7時半を回りました。8時間を経過しています。さあここでチェッカードフラッグが間もなく振られようというところ、試験を通過していく、最終コーナーを立ち上がっていくゼッケン71番に、さあチェッカードフラッグが今振られました。212周ゴールイン。チェッカードフラッグ、2003年鈴鹿8時間耐久オートバイレースはなんと生見幸雄の初優勝。浜田岳、本当に自らの手で勝ち取った8体の優勝でした。やっぱり長くやってるとこんなこともあるんだなと、過去歴史をたどるとね、僕らの先輩方で日本人ペアで雨の中突然優勝してしまったと、そういう歴史もあるじゃないですか。でも8体は何があるのか分かんないなっていうのはやっぱり何年もやってて自分の中であったんですけども、当然表彰台に上れる体制ではあったんですよ。でそこに目指してチームとしても取り組んでいたんですけども、正直ね優勝まで導けるとは思ってなかったんで、やっぱり周りのトラブルとかそういうのがあってこその結果だったんですけども、やっぱりそういうのがあるのも8体だなと。やっぱり結果は神のみぞ知るってとこですか。奇跡の逆転劇で櫻井本田の生見幸雄、鎌田岳のペアが優勝。2位にはヤマハの中富真一、吉川航組。マシントラブルで一時40位まで順位を落とした TSR の辻村武史、伊藤真一組が3位表彰台に立った。これは54番のマシンか。54番のマシンがコースアウト転倒なんでしょうか。上辻紺野、23番も転倒しているが、これは第二試験のところでしょうか。2004年第27回大会はスタート直後に転倒者が続出。早くも12周目にペースカーがコースインした。ピットはね、どうしようもない状況なんですよね。まずマシンが戻ってきませんし、どの辺りで自分のチームがトラブルを起こしているのか、作業ピットのクルーもちょっとわからない状態なんですよね、チームの。そうですか。先ほど21番のこのヤマハのマシンも坂田さん、この辺り見てる状況でなんとなく想像つきますか。いやちょっとね、中富選手がピットインした時にこうエンジンの、アンダーカーブの方だと思うんですけど、ちょっと覗き込むような感じで見てましたんで、ここでグリーンフラッグが振られた。この旗が振られるとレース再開ということで、一気にこのエグゾーストノートも変わってきます。さあ
レースが再開されました。一気に今までの静寂の中から新しい4ストロークマシンのエグゾーストノートが聞こえてきました。最終コーナー、各ポストでグリーンフラッグが振られてレース再開であります。さあいろいろなことがありましたのでちょっと状況を整理してお伝えしたいと思いますが、トップはゼッケン7番の宇川、そして2番手には44番の浜口がポジションアップしています。3番手に80番の再スタートが切られると7番のホンダ宇川徹が独走態勢。2003年のレース序盤と同じ展開を見せる。この年からホンダのワークスマシンは CBR1000RRW にスイッチ。そして前年に続き宇川とペアを組む井筒一康。この大会にかける思いはそれまでの8体とは全く違うものだった。自分としてやっぱり8時間耐久っていうタイトルを絶対取りたいっていう気持ちもあったし、で実は前の年に引退をちょっと考えたんですよね、2003年に。でも8体もあんな終わり方をして2004年は勝てるマシンは仕上がってると。で2003年こんな形で終われないだろうと。で2004年に8体取って全日本のタイトル取って、それでやっぱり日本でも取るタイトルがないじゃないですか。そこでやっぱりもう一回世界に挑戦したいっていう気持ちをホンダに伝えて、それでダメだったらやめようと。とりあえず結果も残してないのに世界行きたいって言ってもしょうがないし、とりあえず結果を残そうと。8体の優勝で全日本のタイトルっていうのを取って、でMotoGP っていうクラスに参戦してみたいという気持ちを伝えたんですけど、年齢的にもねその時33で、でもこの業界僕も長いんで分かるんですよね。この年で日本人でどんだけ成績残してもいけないだろうと。やっぱり若い外人とかねいろんなライダー出てくる中で自分の中でもやっぱ我慢しなきゃいけないなっていう気持ちもあって、そういう意味でもう2004年をもう終わりにしようと、シーズン前から決めてましたね。8体をやっぱり取らないと気持ちよくやめれない。この年限りでの引退を決めていた井筒。レーシングライダーとしてのキャリアを締めくくる上で鈴鹿8体での優勝は不可欠だった。今年でやめようと思ってるって。だから勝ってやめたいから頑張ろうなっていう。そういうこと言われるとどう思うんですか？いやもちろんなんていうのかな、井筒さんのためにっていうことは特別ないんだけど、だってとにかくそれ以上に井筒さんのためにとかっていうよりもレースは勝たなきゃ意味がないものだから、勝ちたいっていう気持ちがあるから、勝たなきゃいけないし絶対勝ちたいから。でもそういう話を聞くとだったら勝って締めくくれるようにっては思ったけど、足上げて今度入るよみたいな仕草。井筒にとって最後の鈴鹿の夏がスタートした。快調にラップを重ねる井筒。その走りに迷いはなかった。7番のホンダ宇川井筒組は安定したペースで周回を重ね2位以下を大きく引き離していた。そして戻ってもう一度走りたい、そういう気持ちがもちろん転倒した後、マシントラブルの後、押してでも帰ってきて直してもう一度出ていきたい、それが8体のライダーの気持ち、チームスタッフの気持ちです。ピットロールでも出てきますね。独走する7番のホンダを追うのが吉村の渡辺篤、加賀山幸雄組。104周目に怪我を押して力走を見せた加賀山、渡辺にトップ追撃を託す。さあなんとか早く行ければ行きたいという気持ちを渡辺篤、さあエンジンかけてスタートしていった。19秒6、20秒を切っていった渡辺篤。
3位は前年のラスト1時間で涙を飲んだケンツの北川圭一、藤原克明組。しかしエンジントラブルが発生。マフラーから白煙が上がった。ちょうどブレーキングに入る前にこういう風に、これはだから坂田さん、オイルの出ている状態なんですか？そうですね、ですからオイルもどんどん減っていくとは思うんですが、ただエンジンの、ね、パワーがどんどん、おっとこれは今エスケープしましたね。エスケープしました。これかなりやっぱりオイルが体感的に何か分かったんでしょうね。いやー、藤原克明、マシントラブルを抱えたままピットインせざるを得ません。おそらく藤原選手としては自分の走った周回数もどんどん、22周今走ってこれ入ってきたわけですが、そのルーティンの時に入りたいという気持ちは多分あったと思うんですよね。ですから頑張れればなんとかあと5周ぐらいを持たせてという気持ちだったんでしょうね。ケンツのトラブルで3位に浮上したのが本田学園 DD ボーイズの浜口俊之、森脇翔吾組。さあ映像は、結局ピットインした間に3番手に上がりましたウィダー本田学園 DD ボーイズ浜口森脇組ですが、森脇翔吾がマシンにまたがっています。ゼッケン44番。トップを走るセブンスターホンダセブン、最後のピットワークにルーティンの中ではなります。選手シールドが黒いですよね。夕方なんか余計に。そしていよいよ井筒一康の鈴鹿8時間耐久ロードレースラストラン。25秒をかけて最後の最後、慎重なピットワークでルーティンのピットを終えました。2004年新型 CBR で出た時にやっぱ同じ失敗はできないと。だから本当に自分を殺して何があっても冷静でいようと。でさっきも言いましたけど、やっぱり2003年スタートして1時間で勝ったと思っちゃった。それを自分に言い聞かせて、本当にチェッカーを受けるまで勝ったと思うのをやめようと。もうだからラスト最後のライダーだったんですけど、本当にチェッカーを受けるまで最後の1周まで丁寧に走りましたね。本当にチェックを受けるまで今までやっぱり平さんの時とかもあるし、マシンが止まったりとかね、いろんなことがあるじゃないですか、走りたいって。本当にチェックを受けるまではもう勝ったと思わないとこうと思いましたね。さあチェッカードフラッグが電光掲示で表示されている。このチェッカーを受ければ井筒一康欲しかった8体のタイトル、そして宇川がガードナーと並ぶ最多8体4勝目。ホンダワークスは威信をかけてホンダ8連勝達成という瞬間が近づいています。さあ最終コーナーを立ち上がってきた井筒の目にはチェッカードフラッグが見えている。今振られている。その中で井筒チェッカードフラッグ受けました。宇川はガッツポーズ。井筒やりました。欲しかった8体のタイトルを手にしました。正直ね、ゴールした時はジレンマだったんですよ。我慢しっぱなしで走ってるから辛かったんですよ。行きたいのに行けない、攻めたいのに攻めれない、後ろとのマージンのタイムを見ながらペースを考えて、後ろが詰めてきたら離して、後ろが離れたらまた落としてっていう、もう計算されたレースだったんで、すっごいストレス溜まったゴールだったんですよね。だからもうやった勝ったっていう気持ちがなかったんですよ。でもそれを忘れさせてくれたのがやっぱ表彰台ですよね。やっぱ表彰台に乗った瞬間、川崎時代悔しい思いをしたのもあったし、で前の年に勝てるチャンスをもらいながらやっぱり勝てなかったっていうので、やっぱ表彰台に乗ってやっぱり観客みんながやっぱり見上げてくれるわけじゃないですか。でようやく主役ですよね、そこでね。で宇川と一緒にお前のつなぎが脱ぎたい気分が分かるともう本当天下取ったなっていう気になりますよね、やっぱりあの瞬間は。
だそこでようやくやっぱり我慢してでもやっぱ勝ってよかったっていう、気持ちになれましたね。1993年の初参戦以来、井筒一康が持ち続けてきた8体へのこだわり、それは2004年初優勝という形で実を結んだ。優勝しなかったらどうでしょうね。やってたかも分かんないし、そのぐらいやっぱり自分にとっての8体のタイトルっていうのは自分のレース人生を締めくくるには絶対必要だと思ったんで、取れてなかったらもしかしたらやったかも分かんないですね。だからやっぱりレースを引退するって決めた中で、全日本のタイトルも取ったし、でも8体をやっぱり取らないとこう気持ちよくやめれない。まもなくスタートが切られます。さあ今マシンに駆け下ります各ライダー。どの選手が最初に第1コーナーに差し掛かりますか。ちょっとエンジンがかかりづらいチームもあるようです。さあ最初に第1コーナーは7番好スタートを切りました。7番の本田、7番の青いマシンが2台いってるようはい清成が2005年第28回大会は7番の本田清成隆一のホールショットから始まった。辻村がつけております。しかしスタート直後でもうすでにこれだけの差がついております。1位と2位との間隔が大きく空きました。さあペースを上げた加賀山がイギリススーパーバイク選手権に参戦中の清成隆一、これを追う吉村の加賀山幸雄。トップ争いはこの2台に絞られた。トップの座を守りたい。さあそんな清成が後ろ加賀山の動向を気にしながらこれからしばらくコース上を走行しなければなりません。ピットインですね。さあそれ清成がこの年清成がペアを組んだのは宇川徹。前年に井筒一康とのペアでワインガードナーに並ぶ鈴鹿8対4勝目を達成。この2005年は新記録の5勝目を目指していた。さあ今ピットに戻ってまいりました。されておりますが、このガソリンの補給というのは一番最後、この補給を行った後は全ての作業が行うことができません。そういう規則ですから、一番最後に今ガソリンが補給されまして、さあこれから宇川にバトンタッチ。そうですね、やっとガーちゃんにね並びましたからね。まあそうですね。で並ぶとやっぱり越したくなるのが人情ってもんでまあそれがそうですね、2005年今度は隆一とまた若者と組むことになって、隆一ってやっぱまだちょっと子供的な部分もあったから、逆にその辺を僕はすごくうまくリードしてあげないとダメだと思ってたから、そのマシンのセットアップの仕方とか、それこそそうですね、まあ耐久のやり方とかね、そういうのをこううまくこう伝えてあげなきゃいけないと思ってましたしね。結構すごい隆一にはあの年はすごいいろんなことを教えてるんですよ。本人はどう思ってるか知らないけど。だから大二郎と組んだ時、年下のね後輩のライダーと組んだっていうと、大二郎の時とは全く別ですよね。もう大二郎はもうベースができてたし、そういう意味ではもう何もね僕がアドバイスするようなことはなかったから、お互い自分のことをしっかりちゃんとやっていけば大丈夫ってあったけど、やっぱり隆一と組むとなると自分のことだけじゃもうダメだから、やつのこともちょっといいか隆一こういう時はなとかってちゃんとこうやらないとね、まだ発展途上のライダーだから今もそうだと思うけども、そういう意味ではまあそういう意味ではそういうところも含めていい感じではいきましたよね。2位を走行していた吉村、ルーティーンのピットイン。しかし
ここで思いがけないトラブルが発生。マフラーから出火、大幅なタイムロスを強いられる。そうですよね、どうしたんでしょうかね。おっと12番加賀山渡辺組にトラブルが発生したようです。マフラーを外します。さあ何があったのか。12番がね、入っていった時に普通はね、消火液なんかかけないんですよね。かけた火がついたんですかね。なんかちょっと吉村、鈴木、ジョン、ウィズ、スリクソン、ちょっとこれは痛いピット作業になりました。変えてますね。うまくマシンを乗りこなしているという。この大会で注目を集めたライダーの一人がレオン・キャミア、若干18歳。松戸直樹とのペアで森脇から8対初参戦。イギリスでST とか、その600乗ってるんですけども、この後ですね、イギリスのスーパーバイク行ってワールドスーパーバイクワインガードナーを発掘した森脇守が見つけた逸材。Yeah, obviously this is it's a very big learning thing for me. So I just want to try and every session I can better my times and try and get a good setting for both myself and Naoki. So yeah, basically try and get a good result in the race. Obviously podium and hopefully the win. You know, it's going to be difficult as all the times are proving, but I think it's definitely achievable. The team's really professional and awesome. You know, it's good to be involved in this. So yeah, I'm learning a lot all the time. Obviously, because we're both different sizes. You know, I'm tall and he's short, so it is difficult with trying to get the positions as well of the levers and stuff like that is pretty difficult. And obviously, I weigh a bit more than him as well. So. MotoGP をやってた関係でヨーロッパに随分行ったりしてる段階で、やはりそのオートバイのレースのメッカはヨーロッパだということで、やはりそのヨーロッパからライダーを読んだ方が将来的に日本のその8タイムも含めて全日本だとか他のレースももっと交流があって、そういうライダーが来たりとか日本から行ったりとかということでつながりができるんじゃないかなということで、向こうのライダーを探してたという状態ですね。ゼッケン19番森脇モチュールタイガーレーシング、森脇にしてみれば第2のワインガードラーとしてなんとか育ってくれればという思いもあって、今回日本では名前がかかり知られておりません。レオン・キャミアを起用いたしました。タイヤ交換スタートから1時間半、突然大粒の雨が降り出した。トップの清成、レインタイヤに交換するため緊急ピットイン。タイヤ変えます。これは予定外のピットインですね。確かね。はい。タイヤ交換合わせて交換の後にとりあえず燃料空いてる分だけ埋めました。山口が転倒です。4番山口転倒、3番とはしておりました。4番玉口スプーンカーブで転倒です。この急な雨で転倒者が続出した。これは2番です。2番デグナーの2番の北川丸さん、今北川が乗っておりますが、北川が乗っております。2番の北川が転倒です。ガソリンがこぼれております。ガソリンタンクからガソリンがこぼれてちょっと危ない。さあ2番の北川が3位を走行しておりましたが転倒いたしました。この悪天候の中でも7番のホンダ清成隆一は慌てることなく確実に周回を重ねていく。対して打倒ワークスを掲げ3位を走行していた吉村が転倒。マシンに大きなダメージを与えてしまう。これも何があったんでしょう。これもかなりおっと19番も転倒です。おっと19番吉村の脱落で3位に浮上した森脇のレオン・キャミアも S 字で転倒。さらに2位の TSR もマシントラブルでピットイン。大きくポジションを落としてしまう。これは何かトラブルですね。予定外のピットイン、2番手は知っておりました778番の辻原がピットに入ってまいりました。さあ鵜川が待ち受けます。ライバルが次々と脱落していく中、トップを独走する7番のホンダ、最後のライダー交代。清成、鵜川にマシンを託す。ないというふうに読み取れます。8対5勝目を目指す鵜川だが
彼にはもう一つこの大会が人生の節目になる理由があった。もちろん最後こういう体勢で出れるのは最後だから勝たなきゃいけないっていう気持ちはもちろんあるんだけど、それ以前に勝ってなんぼだから、だから勝たなきゃ意味がない、だって優勝するために命かけて走ってるわけだから、だからもうこれでやめるから絶対勝たなきゃなっていう気持ちよりも、レースは勝たなきゃいけないっていう気持ちの方が強いから、だから最後とかそういうもうこれで出れないんだっていうそういう気持ちよりも、だから絶対勝ちたいんだっていうよりも、とにかくレースはもうそういう気持ちがあろうとなかろうと勝たなきゃいけないっていうもんだから、そういう気持ちの方が僕は強いかな、今の僕っていうか昔から。この大会を最後にマシンを降りることを決意した宇川徹。しかし最後だからといって特別な気負いはなかった。常に全力を出し切り勝つこと、この一点に集中していた。テールライトの明るさを増してまいりました。ヘッドライトも徐々に明るくなってまいります。前に遅れているマシンを置いて、これからそのマシンを抜き去ろうという7番の宇川です。さあそれではここで宇川が最終コーナー、ここでうまく遅れているマシンを抜き去って直線で前に出る。さあ残りは、さあいよいよ宇川残り1周になりました。7番のホンダ CBR がトップでチェッカー。この瞬間宇川徹が前人未到の8対5勝目を達成した。僕の中で鈴鹿の耐久レース、それこそ4対6対を含めてっていうのは、やっぱり僕をワークスというかそのレースを始めるねだってまず見て憧れたレースが8対なり何なりでプロになりたいと思って出て4対に優勝してって考えていくと、やっぱり鈴鹿の耐久っていうのは僕にとってすごくなんていうのかな、大きなこうきっかけを与えてくれたっていうか、その4体で優勝したのもそうだし、それはやっぱりね、その甲子園バイクの甲子園っていうようなレース優勝してで6体で勝って HRC に入ってで HRC で入ってね5回も優勝できてって考えると、本当に夏の耐久、鈴鹿の耐久っていうと本当に僕にそういう意味ではまあもうそうですね、ミスター8体っていうふうに言ってくれる人もいれば、そういうような大きなきっかけを与えてくれるレースでしたよね、今振り返るとね。まあ、これからもそういうレースであってほしいなって思うしね、8体はやっぱりいろんなライダーが優勝してでこう世界に行ったりとか、そういうきっかけのねなるレースであってほしいと思うし。Yeah, look, you know, Yukawa's a very good rider. You know, he's very strong. It's and stable. He's got Honda support. You know, records are there to be broken to try and beat, and that's good. I'm happy for him. And look, I did and won as many as I could with what I had and the circumstances. But you know, he's made it better, and congratulations to him. You know, it's wonderful. So, but maybe I have to come back and try again. 一勝するのも難しいと言われる鈴鹿8体で5回もの優勝を成し遂げた宇川徹。ミスター8体の称号はガードナーから宇川に受け継がれた。しかしこの後宇川は惜しまれつつレース界から身を引いた。鈴鹿8対5勝、この大記録を破るライダーは現れるのだろうか。FCC、TSR、ZIP-FM レーシングチーム、伊藤真一スタンバイ。さあ今ステージから降りました。ここからです。
高速区間 200R から 250R、 そしてスプーンカーブに入ってくるスピードの落とし加減、そして立ち上がりのスロットルワーク、慎重に行きたいところ、しかし豪快に攻めていきたいところ、結構コンパクトに回ってきましたね。ということは結構タイヤのグリップもしっかり出ているということでしょう。さあどうだ、距離を稼いできました。コンパクトなライン取りで今スプーンを立ち上がって 130R に向かって疾走してくるが、どうだ、マイナス0秒327変わらない、マイナス0秒327変わりません。さあ最終区間です。八代さんも言っていた最終区間の試験員のまとめ方はどうだ、どうだ、伊藤真一、リアタイヤがホッピングしている。そしてフロントをしっかり使ってブレーキングから今ターンイン、そして今立ち上がりはどうだ、フロントタイヤの浮きはない、そして今立ち上がってくる、徐々にバイクを起こしてくる、体を沈めた、そして今ストレートまでやってきた、どうだ、タイムトップだ、2分8秒515、2分8秒515。2006年第29回大会決勝前日のトップ10トライアルで TSR の伊藤真一がトップタイムをマーク。8対最多6回目のポールポジションを獲得した。伊藤真一、大きな拍手。正直別になかったんですけど、やっていくうちに6回になっちゃったなみたいな感じで、でも6回になったら7回にしたいなと思いますけどね。自分で多分今年何秒だなと思ったらそのタイム出せるように、頑張ります。7秒いくつか6秒早くか知らないですけども、相手を見ながら、それ以上早く走るように。一番やらなくちゃないのは失敗しないことなんであれば、ちゃんと走ってればそこそこのタイムで帰ってきちゃうもんですから、力んで失敗して逆に遅くならないようにしないとダメですよね。この大会最も注目を集めたのは45番のヤマハ。ライダーは羽賀紀之とコーリン・エドワーズ。10年前の優勝ペアが復活した。スタート FIM2006 世界耐久選手権シリーズ第5戦、コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース、今スタートが切られました。さあいいスタートを切るのはゼッケンナンバー788番か、いやホールショットは7番だ。セブンスターホンダセブン、セブンスターホンダセブン、見事にホールショットを取りましたのは清成隆一。清成隆一がまずはスタートダッシュを見せました。2番手には778番の今伊藤真一が第2位、そして3番手にはセブンスターホンダ11ですか、11号車が来ていますか。素晴らしいダッシュを見せているでしょうか。さあ逆バンクどうだ、1台転倒だ、早くも転倒があった模様。19番の森脇翔吾が転倒。この瞬間森脇のピットが凍りついた。スタート後わずか30秒で後続車の転倒に巻き込まれ、まさかのクラッシュ。さらにオープニングラップのヘアピンでヤマハのコーリン・エドワーズと櫻井ホンダの亀谷長順が接触転倒。再スタートを切ったエドワーズが激しい追い上げを見せる。2周目には39位、3周目には33位、そして4周目には28位まで順位を上げた。我々もオープニングラップからですね、アシスタントがいろいろと連番を取ってるんですが、どこまで落ちちゃいましたかね。あの転倒でほぼ最後尾あたりまで落ちたと考えていいでしょうね。またここでデグナーカーブでも快調にポジションを挽回するエドワーズ。しかしおっと45番がスロー走行、45番コーリン・エドワーズがスプーンカーブでスローから止まってしまう。なんと序盤ヤマハブルーレーシングのコーリン・エドワーズ、左側見てますね。チェンジ側ですね。去年にしたら10年前の優勝コンビ現れました。情けなかったですね。8体で1回もスタートっていうかバイク乗らずに、日曜日バイク乗らずに家に帰ったっていうのがなんか不思議な感じだったんですけど、去年は去年でね、僕らのチームのプロジェクトを組み始めたのが8体の1ヶ月前とかなんで、ちょっと8体ウィークに入ってもすごいいろいろトラブル抱えてたんですよね。もう本当にこんな状況じゃ無理だよっていう状況の中での参戦だったんで。1996年の優勝ペアはわずか5周で8体を終えた。
伊藤真一が前に出ている。伊藤真一がここでトップだ。伊藤真一11周目トップ浮上。11周目の試験員 TSR の伊藤真一が7番の本田清成を捉えトップに立つ。さあすごいトップ集団の前にこれ周回遅れテグナーカーブ。おーっと清成が前に出た。そして岡田も前に出ている。岡田も前に出ています。伊藤真一が逆に3番手に落っこっちゃいました。これすごいですね。この13周、すごい13周目、あっという間に大集団のパックにここに入っていかなきゃいけない。これね、逆に見えてるとね、怖かったりするんですよね。待っちゃうでしょ。マシンに塞がれてしまいます。立ち上がりにスロットルを開けたいところでライン上に、まあでもこれが8体ですからね、八代さん。そうなんですね。速いライダーだけ、強いライダーだけが偉いってわけじゃないですからね。みんなそれぞれのポジションで戦っているわけですから。おっとここで清成が入るか。速いぞ。さあゼッケンナンバー7番の清成隆一がどうした。ピットに入る。セブンスターホンダは今まだセブンスターホンダが今ピット、これイレギュラーです。なんとトラブルからイレギュラーのピットイン。再びトップに立った清成だがマシンに違和感を感じ16周目に緊急ピットイン。トップを TSR の伊藤に明け渡す。今8時間を達成しました。まさに今年の8体は吉村の2人がドミネート支配しました。さあみんな拍手で迎えよう。最終コーナーだ。立ち上がって迎えよう。最終コーナー、まさに今完璧なレースで吉村鈴木が優勝のチェッカーフラッグを受けました。今年の8体を制したのは吉村鈴木。ついに勝ちました。やったー。俺ね、本当にマフラー燃えたのから本当に苦しかったの。よかった。いや本当最初のファーストシーンとのリードを聞いたよ。いや本当に。やった。安全で行こうかなと、抜く必要もないからしようかなと思ったんだけど、逆にやっぱり吉村の意地、こんだけ差が今回はあるんだぞっていうのを見せたかったんで、一応オーバーテイク頑張ってしました。はい、ちょっとね自分としてはやっぱりちょっと攻めすぎたかなともう見せるとこ見せて予選で見せつけられなかったんで、ちょっと悔しいのを決勝で、絶対手抜かずにいっちゃおうと。ライダーは信じてました。本当にヒヤヒヤはしなかった。絶対、転ばないと思ってたし。大会の時もね、ほぼポールトゥーウィンに近かった。常にずっと飛ばしてて、アクシデントもありましたけどね。ラストってやっぱそんなもんかな。いやもうこの孫が優勝したこと陽平がね、お父さんいつも陽平のこと心配してたけど立派に成長して、吉村に今年優勝したってことを報告します。初めてだったんでチャレンジ精神で戦えたのが本当に良かったんじゃないかなと思います。おじいちゃんに何て報告するの？おじいちゃんにね、全部見てたと思いますよ。見てくれてたと思います。ありがとう。おじいちゃんありがとう。上げちゃってください。体の日よろしく。